皆さん、こんにちは。今回はですね、今、AI 音楽、界隈をめちゃくちゃ大きく揺るがしている大ニュース、脳の透かし、導入の件について、徹底的に解き明かしていきます。これ、本当にエキサイティングというか、今後の音楽シーンを左右するターニングポイントになるかもしれない話題なんですよ。突然ですが、皆さんは今聴いているこのめっちゃいい曲、実は AI が作ったんじゃないのなんて疑ったことありませんか？今や AI 音楽って私たちの日常にすっかり溶け込んでいますよね。中でもプロンプトをちょっと打ち込むだけでプロ顔負けの曲を一瞬で作れちゃうスノーはもう爆発的な人気を誇っています。では、そもそもその大人気のスノーに今何が起きているんでしょうか？波紋を呼ぶ AI 音楽の最前線を見ていきましょう。実はここ最近、スノーをめぐって立て続けに大きなトラブルが起きているんです。まず、2025年11月にスノーがハッキング被害に遭ってソースコードが流出するという事件がありました。それが2026年7月にメディアで報道されました。報道によると、なんとそのコードからスノーの AI が YouTube ミュージックや仮サイトの G に明日なんかからデータをスクレーピングして学習していたことが分かっちゃったんですね。さらに追い打ちをかけるようにソニーミュージックやユニバーサルミュージックといった超大手のレコード会社から大規模な著作権侵害でドカンと提訴されています。スノーとしては新しい音楽エコシステムを作りたいと前を向いているんですが、レコード会社が分からすればアーティストの権利と生活を守るためにもう反発しているわけです。私たちはもちろんフラットな目線で見ていますが、要するに AI という最新テクノロジーと既存の著作権のルールの間で今まさにバチバチの巨大な摩擦が起きているんですよね。そこでこの状況を打開するためにスノーが打ち出した新ルール、スカシ、つまりウォーターマークの導入についてお話しします。スカシってそもそも何と思うかもしれませんが、すごく簡単に言うと、ファイルにこっそり埋め込まれた目に見えないデジタルのタグや署名のことです。そのデータがどこから来たのかを証明する技術ですね。例えば、洋服の裏地に縫い付けられた透明なブランドタグを想像してみてください。普通に来ている分には全く見えないし気にならないんですが、専用のツールでピッとスキャンすれば、あ、これワスノーで作られた服だなーって一発でわかる、そんなイメージの仕組みなんです。そして米国時間の8月6日、スーノはこのウォーターマークとフィンガープリンティングのニュー技術の導入をついに正式発表しました。つまりこの見えないデジタルタグをシステムに組み込むことで、これからは誰でも簡単に、あ、この曲は AI で作られたものだねと見分けられるようにしていくということなんです。これワスノーにとってかなり大きな方向転換ですよね。では、スノーが具体的にどうやってクリエイターを保護しようとしているのか、その新ルールをさらに深掘りしてみましょう。スノーの対策は大きく3つのステップに分かれています。まず、ステップ1。スノーは最初から AI の学習メタデータにアーティストの名前を使わない設計を採用しています。これは今回新たに変更したのではなく、元々の設計方針として既存アーティストの模倣ではなく、オリジナル曲の創作を促すために取り組んできたことです。次にステップ2。特定のアーティスト名をプロンプト入力した場合、そのアーティスト名を除去して音楽のジャンルや特徴の説明に
自動的に置き換えます。そしてステップ3、サードパーティー、つまりがイブの技術を使って音声や歌詞に無断利用がないかをしっかりチェックするんです。これ、要するに既存のアーティストの単なるパクリを作るんじゃなくて、純粋に音楽のジャンルとか特徴を指定して、あなただけのオリジナル曲を作ってねという方向にユーザーを誘導する仕組みなんですよ。ルール変更はこれだけじゃありません。プラットフォームの健全性を保つために AI で作った曲をストリーミングサービスに対量配信するのを制限する新しいダウンロードポリシーも導入されました。さらにコミュニティガイドラインもアップデートして、プラットフォーム上でやっちゃダメなことをかなり明確にしています。その上で、スノーのトラスト&セーフティーチームが違反報告をしっかり調査して対応していく姿勢を見せています。AI プラットフォームがただの無法地帯にならないように、今かなり本気で手綱を握り直しているのがわかりますよね。さて、こうなるときになるのが、主要な音楽配信アプリの対応です。各プラットフォームは、この AI の波にどう立ち向かっているのでしょうか。各社の対応を比べてみると、スタンスの違いが見事に出ていて面白いんです。今のところ、AI 楽曲を完全に締め出しているアプリは少ないんですが、対応はバラバラで、例えば、Spotify は悪質なディープフェイクはしっかり取り締まりつつ、AI を使っていることを開示できるツールを用意して、アーティストからの申し立てを受け付ける仕組みを整えています。Apple Music は曲のメイン部分に AI が使われている場合、それを申告する AI と無名姓タグというのを作りました。でも一番攻めてるのが Deezer ですね。Deezer はめちゃくちゃ厳格で 100% 完全に AI で作られた曲はユーザーへのおすすめから完全に除外しますし、さらに詐欺的なストリーミングと判定されたものはロイヤルティ、つまり収益の支払い対象からも外しているんです。当名声を重視して共存を探るのか、それとも収益化のルートからシャットアウトするのか。各プラットフォームのクヌーとそれぞれの戦略がここからバッチリ見えてきます。では最後にこれらを踏まえて音楽の未来はどうなっていくのか、テクノロジーと権利のバランスについて考えてみましょう。今回の発表の際、スノーはこんな風にコメントしています。世界最高の音楽制作プラットフォームを構築するとともに、健全に成長する音楽エコシステムに貢献する。この言葉から彼らが目指しているゴールがはっきりと読み取れますよね。スノーは決して既存の音楽業界をぶっ壊したいわけじゃないんです。テクノロジーの進化を止めることなく、同時にアーティストの権利も守る。その間の健全なバランスを何とかして見つけ出そうとしているんですよね。さて、今回の解説の締めくくりとして皆さんにお聞きしたいことがあります。スノーが打ち出したこの新しい対策はアーティストやストリーミングサービス、そしてレコード会社にとって本当に十分なものだと言えるでしょうか。目に見えない透明なウォーターマークや厳格化されたルールだけでAI と伝統的な音楽業界との間に起きたこの巨大な衝突は丸く収まるんでしょうか。それともこれは今後何年も続くであろう長い戦いのほんの始まりに過ぎないのでしょうか。皆さんはどう思いますか？ぜひご自身でも考えてみてください。これからの音楽の未来がどうか立ち作られていくのか、これからも絶対に目が離せませんね。最後までご視聴ありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。